こんにちは、スタジオヘレブリューのふわわです。今回は置くだけでできる浮かせなし腰壁を10種類紹介していきます。エオロゼアのお家の天井は通常のお家の約2倍以上高く作られています。腰壁を設置することで単調な壁に変化をつけ、よりおしゃれな空間を演出できます。左上にステージパネル2つに対して腰壁家具がいくつ必要かを記しています。また最後に浮かせなし腰壁を作るときに大切なポイントを解説しています。それでは作っていきましょう。1つ目は白金用ダンスです。シンプルな木材でどんなデザインにも合わせやすい腰壁です。線尺部分は背面全体です。設置方法はタンスの背面を端から並べるだけです。ステパネ2つに対して4つ必要です。モダンやクールな部屋にも映える腰壁です。2つ目はティアードディスプレイスタンドです。長方形のおしゃれなモールディングが施された腰壁になります。設置方法は壁の中央に家具の中心を合わせてからその隣に並べていくとバランスがいいです。ステパネ2つに対して5つ必要です。家具の背面の接触は不可です。部屋の角の曲線が魅力的な腰壁です。3つ目はオアシェルフです。こちらも四角いモールディングが施された腰壁になります。線尺部分は背面全体です。こちらも壁の中央に家具の中心を合わせて設置するのがおすすめです。また必ず台座に寄せる機能をオフにしてから設置してください。ステパネ2つに対して9つ必要です。卓上家具は敷物や台座家具の上に乗ってしまうので配慮が必要です。設置数をたくさん必要としますが、染色できる可愛い腰壁としてとても重宝します。4つ目は白金地袋です。少しカーブのあるシンプルな木材です。この腰壁のすごいところは設置数によって形が変わるところです。お好きな位置や設置数を探してみてくださいね。線尺部分は背面全体です。こちらも壁の中央に家具の中心を合わせて設置するのがおすすめです。5つ目はブリックインナーウォールです。貼るだけでレンガの腰壁が作れます。壁掛け家具なのでステパネの後ろにスペースがなくても設置できます。線尺は不可で端まで設置するためにはステパネ2つに対して5つ必要です。こちらも壁の中央に家具の中心を合わせて設置するのがおすすめです。隣に並べていく際、端の家具を置くことができない場合があります。家具の重なり部分の点滅が気にならない方は重ねて設置してしまって構いません。気になる方は直角に接する壁を一度動かしてから設置してみましょう。壁を戻しハンジングメニューを閉じると、時折このように前に吸い付いてしまうことがあります。壁を離してから今度はグリッド機能をオフにし、ほんの少しだけ隣のレンガに近づけて設置します。壁を戻しハンジングメニューを閉じても今度は前に吸い付いてくることはありません。家具の吸い付きに関しては概要欄の浮かせ入門編動画で詳しく解説しています。6つ目はバスルームタイルシートです。貼るだけでタイルの腰壁が作れます。線尺部分は正面の目地以外です。設置方法はタイルを端から並べるだけです。ステパネ2つに対して4つ必要です。キッチンや水回りにとても合う腰壁です。7つ目はインジャのテーブルです。木製の独特なモールディングが特徴的な腰壁です。線尺部分は側面全体です。設置方法は机の側面を2つ並べるだけです。グリッド機能をオフにして調整すると壁掛け扉の貫通も防げます。設置数が少ない腰壁はやはり魅力的です。8つ目はラスティックログベンチです。樹皮をそのまま剥ぎ取ったかのような自然豊かな腰壁です。線尺部分は背面全体です。ステパネ2つに対して4つ必要です。
家具をやや重ねておくことで継ぎ目が綺麗になります。壁掛け扉は両脇に家具を設置すると綺麗に見えます。9つ目はレザーソファーです。高級感のあるレザー素材の腰壁が作れます。接着部分は背面全体です。こちらも壁の中央に家具の中心を合わせて設置するのがおすすめです。一度グリッド機能をオンにしたまま仮設置します。その後グリッド機能をオフにして背面だけが出るように微調整します。ステパネ2つに対して3つ必要です。くぼみが気になる方は4つにすると平らになります。個人的に革張りの腰壁があるとお部屋が豪華に見えて素敵です。当は御用店の書斎机です。板の並んだエオルゼ野外でもよく見かけるような腰壁が作れます。接着部分はフレーム以外の背面全体です。まず机の片側の背面を端から並べていきます。ステパネ2つに対して5つ必要です。4つ目からは今度は逆側から並べていきます。4つ目、5つ目の家具が重なっている状態です。グリッド機能をオフにして最後の2つの家具を少しだけ前後に動かします。この調整をすると重なりが解消され綺麗に設置することができます。フレームがやや見えますが簡単に板張りの腰壁が作れる嬉しい家具です。最後にガスなし腰壁を作る時のポイントを解説していきます。1つ目は壁の後ろにスペースを用意するです。5、6以外の家具はこのようにステパネの後ろにスペースが必要です。腰壁家具の幅はホワイトマーブルフローリングのタイル1枚以内に収まります。内装の壁から約タイル1枚分離してステパネを設置するのがおすすめです。2つ目はグリッド機能をオンにするです。浮かせなし腰壁は基本的にグリッド機能をオンにして設置するとずれることがありません。腰壁は天井までの高さや周囲の家具によっても見え方やバランスが変わります。浮かせなし天井も別の動画で紹介していますので合わせて好みのお部屋を作ってみてくださいね。今後もハウジング制作動画を作っていく予定ですのでよろしければチャンネル登録、高評価、X のフォローよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。